アメリカやカナダ悠久の大地を自転車やカヤックで冒険してみたい、そんな人のための動画です。チャスゆっせーです。私は2022年6月から8月にかけてカナダを縦断、9月から12月にかけてアメリカを自転車で縦断してまいりました。その合計距離は約1万キロ。今回の動画ではカナダ縦断とアメリカ縦断のルートを実際に解説しながら振り返ろうと思います。そしてルート振り返りの後には実際にカナダ縦断旅行をしてみたい人に向けてモデルルートを考察していこうと思います。これから先カナダを自転車やカヤックを使って旅してみたい、そんな方の参考になれば幸いです。なおアメリカの自転車縦断についてはこちらの動画で詳しく解説しています。アメリカの縦断は個人的には西側の方がアメリカらしさを感じられておすすめですので、ぜひこちらの動画を参照されてみてください。東側の縦断についてご質問などあればコメントなどしてくだされば返信したいと思います。それでは早速行ってみよう。2022年6月、アメリカ西部縦断の旅を終えてそのままカナダ縦断へと入りました。カナダ縦断の大まかな指標は8月末までに終了。来たる冬に備えて9月にはアメリカ南下を開始することが目標でした。はじめに世界最高の恐竜博物館ロイヤル・ティレル博物館へ向かいます。そのままカナダ第3の大都市カルガリーへ。カルガリーからは一気に北上を開始します。カナダ屈指の景勝地カナディアンロッキー、バンフ国立公園、ジャスパー国立公園を縦断後進路を西へ。そのまま最初の難所ブリティッシュコロンビアハイウェイへと入っていきます。ブリティッシュコロンビアハイウェイが終わるとユーコン準州州都ホワイトホースの町に到着です。この時点での日没時刻はだいたい23時頃。寝る時間になっても日が沈まないという日が日常になってまいります。ホワイトホースからはユーコン川を1週間かけて川下り300キロという初めての長期カヤック旅は新しい刺激が多かったです。カーマックスの町からユーコン州第2の都市ドーソンシティに自転車で向かいます。そこからは怒涛の未舗装路デンプスターハイウェイに入っていきます。ドーソンシティから 900km 超の道のりの中、食料補給は2回、未舗装区間 850km 超という私の世界一周では初めての大きな挑戦となりました。無事北極海に到達し、さすがに帰りはヒッチハイクを利用。ホワイトホースまでヒッチハイク1500キロで戻りました。日本でもヒッチハイクはしたことがないのにいきなり1500キロの長距離ヒッチハイク、なかなか刺激的な旅となりました。無事ホワイトホースに到着し、そこから飛行機を使ってカナダ最大の都市トロントへ。東海岸大都市を巡る旅の始まりです。いきなり最大の見どころニューヨークシティへと到着します。タイムズスクエアや自由の女神、ウォール街などを観光し、その後フィラデルフィア、ワシントン DC、 沈みゆく巨大サスアウターバンクス、シャーロット、アトランタと世界的大都市を回っていきます。 YouTube を通して知り合った梅沢さんとアトランタで合流。アトランタから今度は車移動で北に逆戻り。フィラデルフィアからその遅れを取り戻すべくフロリダ州はウエストパームビーチへと今度は電車を使って移動します。そこから一度自転車を置いてキューバへバックパッカースタイルでの短期旅行も挟みます。キューバから帰ってきてアメリカ本土最南端キーウェストを制覇。アメリカ縦断を一応終えてフロリダ州からメキシコの国境へ向かうべく自転車を漕ぎ出します。ここで大事件、自転車盗難事件が発生。パスポートからキャンプ道具全てを盗まれてしまった私は1ヶ月の再出発準備へと追われることになってしまいました。これでアメリカ縦断を主とする旅は終わりを迎えてしまったわけです。以上、
カナダおよびアメリカ縦断の説明でした。次に、カナダを自転車で旅行するときのルート選定の注意点、いくつか紹介したいと思います。まず、カナダをビザなしで滞在できる期間は180日となっています。カナダ縦断には十分な時間がありますし、カナダを太平洋から大西洋へ横断してみたい、そんな方にも十分な時間があるのではないでしょうか。カナダのルートを選定するに際しては、南部の人口密集地帯を除き、超のつくど田舎がカナダの大部分を占めています。自然と道の選択肢も狭まってきて、ルート選択は比較的容易な傾向にあるかと思います。さて、具体的にカナダ縦断について言及していきましょう。カナダを自転車で北極海まで縦断したいとなりますと、なんとこの広大なカナダで北極海まで通じる道はデンプスターハイウェイ1本しかありません。お隣のアメリカ・アラスカ州ダルトンハイウェイを含めても2本だけとなっています。どちらの道も未舗装な上、補給も困難な道となるので、しっかり対策をした上で臨む必要があります。迷うポイントとしては、スタート地点の設定にあるかと思います。大きくスタートポイントとなりうるのは、北上して縦断するルートではバンクーバーあるいはカルガリー、南下していくルートではイヌビクがスタート地点の選択肢としては上がってきます。イヌビクは食料や宿も充実、町に着いてから準備を整えることも十分可能なので、スタート地点の選択肢としては十分可能かと思います。今回は北上ルートをベースに解説していきますが、南下の場合でも逆をたどるだけという理解でいてもらえれば大きな相違点はないかと思います。北上ルートの場合、バンクーバーとカルガリーどちらがスタート地点としていいのでしょうか。正直これはどちらの町からでも問題がなさそうです。飛行機代や到着してからどちらの町を観光したいかで決めるといいのかと思います。ただし、エドモントンの町に興味がある方は、カルガリー出発が自然なルート選択となりそうです。どちらの町を出発するにしても、出発後はロッキー山脈縦断を経由するか回避するかの選択にまず迫られます。個人的にはロッキー山脈はぜひ経由することをお勧めしたいと思います。もちろん坂道はありますが、カナダ人のサイクリストにとってバンフ・ジャスパー国立公園は憧れのルートとなっています。カナダ縦断だけでなく、カナダ横断をする人もわざわざロッキー縦走ルートを取り入れる人もいるくらいです。ジャスパー国立公園より北ホワイトホースまでは2本のルート選択ができます。補給地点は多いが、遠回りの東回りか補給地点が少なめだが近道の西ルートのどちらかをチョイスすることになります。ただし西ルートでも浄水器を持っていれば水の心配はほとんどする必要はありません。川が多いので最低でも1日1回は水の補給ができると考えて問題ないかと思います。私はマウントロブソン州立公園に行ってみたかったので西ルートをチョイスしました。ワトソンレイクで2本の道が合流してから縦断の道は1本道となり、選択の余地はほとんどありません。それぞれの補給ポイントを見極めながら食料の管理をすることとなります。以上、ルートの解説ですが、これだけで終わってしまっては地図を見ればわかることです。というわけで、ここからさらに一工夫加えたルート選択の方法についても解説していこうと思います。自転車以外の乗り物も使うと、カナダ旅行選択肢の幅がぐっと広がることを認識しました。まずは太平洋側のアラスカフェリーの利用。こちらは大きな時間短縮に有効です。バンクーバー、プリンスルパート、スカグウェイの街を結び、アラスカからカナダに向かうことも可能です。アラスカの他の街やスカグウェイを使う場合には、アメリカのエスタ取得が必要となってきます。また、本数に限りがあるので、事前にスケジュールを確認し、予約を取っておく必要がありますが、時間がなくてカナダやアラスカを転々と走ってみたいという方には非常におすすめです。
そして大きく旅の選択肢を広げるのがカヤックやパックラフトなどの利用です。カナダにはマッケンジー川とユーコン川という世界を代表する大河が2本も走っており、この川を道と捉えることで旅の選択肢が広がります。比較的お手頃なのは、私が利用したカヤックやカヌーをレンタルしてユーコン州の州都ホワイトホースからカーマックスの町やドーソンシティの町まで行くコースです。こちらは最初に紹介した自転車自体のルートから大きく外れることもなく、自転車とは違った形でカナダの大自然を体験することができるのでおすすめです。またマッケンジー川を利用することで、これまでの説明とは全く異なったルート選択も可能になります。フォートシンプソンやリグリーといった村からスタートして一気にデンプスターハイウェイの中ほどシゲ地区まで行くルートです。マッケンジー川もカヌーイストやカヤッカーには人気の川ですので、一考の価値ありかと思います。しかしユーコン川やマッケンジー川の利用、またデンプスターハイウェイの利用は今言葉で簡単に説明はしていますが、カナダ北部は事前に計画を立てて臨むことが大前提となります。皆さんを不必要に怖がらせたりするわけではないのですが、計画もなしに行ってから考えるというような突撃スタイルであると、金銭面だったり体力面、いろいろなトラブルに見舞われることが予想されます。特に自転車でのトラブルと違い、カヤックやパックラフトでの水難事故はそのまま死に直結します。どちらの川を使うにしてもしっかりとした前準備が必要なので、当然費用もかさんでくるかと思います。しかししっかり準備をしてこれらの旅行に臨むことで、まさに地球を使って遊んでいるという感覚、これは何にも代え難い経験になるかと思います。以上、カナダ、アメリカの実際の縦断ルート解説およびカナダ縦断の際のルート選択の注意点まとめでした。当チャンネルではこのような海外自転車旅で役に立ちそうな情報や世界一周の旅の様子を配信中。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。俺じゃあねー。